どうもいつもです。以前怪談の動画を投稿したんですけど、あれはなかなか難しかったので、今回はとてもシンプルな怪談を紹介していきたいと思います。まずはですね、フォルダーを作りましょう。左側のレイヤーパレットをご覧ください。フォルダーを作ります。でパース定規を今回は2つ使います。2点通しと1点通しですね。2点通しを1つ作って、で色をつけときましょうか。2点通しは緑色にして、でまた1点通しですね。1点通しを作ります。でこれは赤で1点通し作ります。でこのパース定規2つをこのフォルダの中に入れましょうね。入れました。で入れて、で次はベクターレイヤーを作ります。このベクターレイヤーで、一応フォルダから出しときましょうね。このベクターレイヤー上で、階段を描いていきます。そしてですね、このパース定規のレイヤーがありますね。パース定規のレイヤーのこのチェックが入ってますよね。このようにこれチェック入れたまんまでフォルダを選びます。そしてメニューの上の方にこの、拡大縮小回転ですね、ここをクリックします。そうすると1点通しと2点通しをいっぺんにこうやって使えるんですね。でまたこのように回したりも、できるので、傾けて絵を描きたい時とかは重宝します。一応キャンセルしといて、一応ね、これはちょっとこの横線はアイレベルというものなんですね。後でまた紹介しますが、だいたいここぐらいにしましょうか。でこれで OK にします。で次は2点通しの定規のレイヤーを選びます。そしてですね、消失線の位置を決めましょうか。このぐらいですかね、左側は。で右側はこのぐらい、結構離れてるような感じで、このガイドラインを一応動かしておきましょうか。これは本当にガイドラインなので別に動かさなくてもいいんですけど、一応自分の分かるような感じでできます。でそしてですね、次は一点通しのパース定規のレイヤーに行きます。このパース定規を動かすときに、動かしたいときとかはこの操作っていうところがあるんですけれども、左上の方にこれですね、これをクリックして、でそれでカーソルを合わせたらパース定規のこの動かせれますんで、2点通しとかもすぐパッとできますんで。でも今は1点通しを使いたいので1点通しを選びます。1点通しを選んだ状態でこれをですね、1点通しの消失点はこちらなんですね。でこれを左側のこの2点通しの
この消失点に合わせたいんです。はい、こちらに。ではやっていきましょうか。はい、これをですね、でこれをカーソルでこうやってやると結構難しいんですね。本当にぴったりと、あまり誤差がないようにやりたいので、なので一点通しのここをちょんとやって、キーボードの方向キーで2点通しのところまで活かします。はい、消失点を2点通しのところに、合わせました。そしてですね、1点通しの消失点をこの2点通しの消失点から垂直に90度垂直に真上に生かしたいんですね。はい、でこれでまたキーボードの方向キーを上にやってやります。するとブレずに上に行くので、これは階段を作るための補助線ってあるんですけれども、補助線を描くために一点通しがあるんですね。はい、この角度も人それぞれでそれぞれなんですけれども、これですね、この紫色の線ですね、これが一点通しの消失線に向かっている線ですね。でこの、左側に階段が上っていく階段が出来上がるというような感じですね。なので、あともう少しだけ上に上げましょうか。これは、ね、ちゃんと消失線のところにちょんとやらないと、さっきのガイドラインのところをちょんとやって方向キーを上にやるとガイドラインだけが上に上がるんで、はい、なので消失点を上に上げたいので、消失点をちょっと赤くして、で上に、はい、このぐらいですかね。はい、では、ベクターレイヤーに移りましょうか。そして、ちょっと分かりやすいように赤線で補助線を描いていきましょうか。直線定規を使った方が自分はいいと思うので、直線定規ですね、直線定規を使います。はい、こうやって、はい、補助線を引きました。次は、今は、1点通しと2点通しの定規が機能している状態なんですが、1点通しの定規はもう今は必要ないので消します。でこうやって消すと、先ほどのこのガイドラインといいますか、この線が消えますので、するとベクターレイヤーでも一点通しで線を引くことはできなくなっているので、はい、で今は2点通しで引けれるような状態なんですが、この2点通しの定規のこの線が緑色なので、これは機能がオフになっている状態なので、またこの操作をクリックして、でカーソルを2点通しのガイドラインを触れます。するとこのように出ますので、ここのまた斜め線ですね、これを丸にすれば、はい、紫色になりました。紫色になったら2点通しの機能が使えますという印です。はい、ではやっていきましょう。でちゃんとベクターレイヤーに移って線を引いていきます。はい、階段の大きさを自分で、考えます。でこの補助線は何に使うのかといいますと、階段の
付け根の部分なんですね。だからここから、はい、これ今引いた線は2点通しの左側の小線の線です。はい、で次は縦線ですね。垂直線です。はい、これは90度の垂直線なので1点通しも2点通しも共通なので気にせず引いてください。縦線。はい、で次が横に線を引きます。これは2点通しの右側の小線に向かってます。こっちですね。はい、でまたここも線を引いて右側の小線に向かっていきます。はい、次はですね、ここと同じように片方も線を引いていきます。ここですね、この重なっている部分、こっから小線、この左側の小線から線を引きます。はい、はい、引きました。でこのまた重なっている部分がありますね。こっから今度は下に垂直に線を描きます。で描いて、でここ補助線にかかっているところですね。ここが付け根になりますね。でもパースって難しいのでちょっとでも狂うと多分うまくいかないと思うんですけど、あ、いきましたね。ちゃんと重なってますね。重ならない時が結構あるので、そこはもう自分で何て言いますかね、パース機能を解除して、で手書きで、直したりとか自分はよくやります。はい、なんですが次はですね、こちらの方でこの方でまた補助線を引きます。はい、なのでちょっと待ってくださいね。はい、ちょっと今自分間違って、ベクターレイヤーではなくてこのように、パース定規の方に線を引いてしまいました。はい、皆さんもこうならないように注意してください。後でもう難儀なので。はい、はい、ではちょっと補助線をまた足していきます。なので、一点通しの機能を復活させます。はい、はい、復活してます。はい、1点通し、2点通しの方は消してます。はい、でベクターレイヤーに変わって、でちょっと線を赤くしましょうね。で線を引きます。でどこに補助線を引くかというと、この階段の角がありますよね。ここから線を引きます。ちょっとアップにしないとうまくできないので、はい、こんな感じですね。で片方は別にやらなくても大丈夫です。はい、ではこれでまた階段を上に描いていきましょうか。で今度は1点通しはもう必要ないので消して、で次は2点通しをまた機能を復活させて、でベクターレイヤーに移って、で線を引いていきましょう。で黒線に戻して、でですね、ここのですね、付け根がありますね。はい、ここから垂直に上に線を引きます。はい、引きました。で先ほど描いた補助線がありますよね。ここに重なっている部分がありますね。ここから今度は、2点通しの左側の小線に向かっての線を引きます。はい、
はい、そしてまた補助線に重なった部分ですね。ここから今度は、2点通しの右側の消失線に向かって線を引きます。はい、引きました。はい、でまたここの角ですね。ここからもまた右側に向かって線を引きます。はい、引きました。で片方はじゃあどうやって階段を描くかというと、さっきと一応同じなんですね。はい、この上の方の線ですね。これが補助線に重なっている部分がありますね。ここを付け根として、で2点通しの左側からの消失点、左側の消失点からの線を描きます。はい、パーッと描きます。はい、でこの真ん中のこの横線がありますよね。はい、消失点右側の方に向かった線ですね。ややこしいですね。はい、ここと重なっている部分がありますね。こっから真下に垂直にやります。するとこのように補助線の方に向かって線が引きます。これの繰り返しです。これの繰り返しで階段を描いていきます。はい、いらない線をベクターレイヤー用の消しゴムで消していきましょう。でこれが何が何やらわからないかもしれないんですけど、でも描いていると分かりますんで大丈夫です。そしてですね、ちょっと注意点があるので、そちらの方を改めて紹介しましょうね。はい、ちょっと注意点がありますので紹介しましょうね。はい、これは2点通しなんですけれども、この消失点2つがあるこの横線がありますよね。この線を I レベルというんですけれども、この I レベルの上と下でこの階段の上の方の表面ですね、 I レベルの下の方だとこの階段の表面が見えるけど、 I レベルから上の方の階段だと見えなくなりますよね。ちょっと色をつけましょうか。アイレベルの上と下で表面が見えないですよね。上はもう全く見えませんよね。で下から徐々にアイレベルに近づくにつれてだんだんと表面、赤い表面が見えなくなってますよね。このように全体が見えている状態だと描きやすいんですけれども、先ほどのように上の方に行くと表面が見えない部分が出てきますよね。ここでよく間違ったりするんですけれども、見えてない部分を線で表しましょうね。表面がちゃんとあるんですよね。この階段よりももっと上に階段を描いていきたいとなると、この見えない部分の線がすごく大事になってくるんですね。一応補助線を描きましょう。でこれから上にまただんだんとまた作るとなると、先ほどと同じようにこの階段の先の方から一点通しでまたやらないといけないので、ちょっとやっていきましょうか。このように線を、片方だけはこのように2本ですね。片方は1本でいいんですけれども、別に2点通しの左側の消失線に向かって線を引きます。はい、このようにパッと引きます。はい、でここから今度は右側の消失線に向かって線を引きます。はい、引きました。で先ほどでも描かれてるんですけれども、この見えていない部分のこの階段の付け根の部分ですね、この重なり合ってるところ、補助線とこのまた、こ
の2つの線ですね。この2つの左側から来ている線とで右側に行く線ですね。この混じり合ってるところと、それとこの補助線ですね。この3つの線が重なっているところから上に垂直に90度ですね。はい、でここが階段の角になりますね。はい、はい、この見えていない部分ですよね。この先ほどのこの重なっている線、この見えていない部分が重要ですよね。そこの付け根からこの縦線がバーって上がるので、自分はですね、よく間違ったやり方は、ここからこの見えている部分の線ですね、この線とこの補助線、これが混ざっているところ、重なっているところです。重なっているところから自分は線を引いたりして、はい、それでちょっとおかしくなったりしたんですよね。実際の線は本当はここなんですよね。なのでこの部分の間がちょっと、距離が出るというか、それでだんだんとそれで続けていくとだんだんとまたちょっとおかしくなっていくというような、それほどまで気にしなくてもいいんですけれども、一応こういうこともあるんだなということを、もしよかったら、覚えておいてください。はい、いかがだったでしょうか。最後は自分の説明が下手だったのでちょっと分かりづらい部分が多かったと思います。申し訳ないです。はい、でも階段は何回も何回も練習しないとなかなか、覚えられないと思うので、皆さんもどうぞ頑張って練習してみてください。私も頑張って練習してますので。はい、でまた自分はこのように、遠近法のやり方とかも紹介してますが、実は自分はイラストの方、人物画の方を結構力を入れて、動画投稿してますので、もしよろしければそちらもご覧ください。そしてコメントなどいただけると嬉しいです。そして、何よりチャンネル登録応援よろしくお願いいたします。ではまた。